もし、あなたが別の惑星に住むことができるとしたら、どこを選びますか？穏やかな気候の惑星？美しい風景のある惑星？今回は、人類が最初に移住する候補として、最も注目されている惑星、火星についてお話ししていくね。地球の隣、太陽系第4惑星、火星。水星、金星、地球に次いで太陽に近い位置にある惑星。地球と同じように岩石でできた地球型惑星で、大きく分けて岩石の核とマントル、そして薄い地殻から構成されていて、木星のような巨大なガス惑星、木星型惑星が多数存在する領域との境界線上に位置しているよ。直径は約 6792km、地球の約半分、質量は地球の約 11%、重力も地球の約 38% と弱く、人が火星に立つと、地球にいる時よりも軽い感覚になるんだって。その感覚、体験してみたいよね。火星と地球の距離は、両惑星の公転軌道が楕円型だから、常に変化しているんだけど、平均距離は、約2億2500万 km。火星が地球に最も接近する時を、火星大接近と呼んでいて、その距離はなんと約5500万 km。この時に火星を観測すると、大きく明るく見えるから観測のチャンスだよ。火星の自転と公転の周期は、地球と比べると、自転周期が火星は約24時間37分、地球は約23時間56分だから、火星の1日は、地球の1日よりもほんの少しだけ長いんだね。公転周期が、火星は約687日。これは地球での約1年11ヶ月にあたるから、火星の1年は地球の約2年になるんだね。火星の大気は 95% 以上が二酸化炭素で構成されていて、大気圧は地球の100分の1以下と非常に薄いから、表面温度は大きく変動して、日中は30度を超えることもあるけど、夜は氷点下に。水星や金星よりは温度差はかなり少ないけど、それでもやっぱりしんどい温度差になるよね。火星が赤い惑星と呼ばれているゆえんが、この赤い砂漠、ここの砂は酸化鉄を多く含むため、赤褐色に見えるんだよね。火星には、オリンポス山など太陽系最大の火山があったり、クレーターや深い深い峡谷など、地球とは異なる地形がたくさん存在していて、人類が移住できた暁には、観光名所となる予感がするね。そして、気になるのは、水の存在。過去に液体の水が存在した鉱石があったり、現在も極寒に水が存在する可能性があったり、そして最近、探査機、インサイトのデータを新たに分析したところ、火星の表面から深さ約10から 20km の地点に、液体の水が溜まっていることが判明したんだって。だいぶ深いところだけど、確かに水はあるみたいだね。水があるなら生命の存在も、もちろん気になってくるところだよね。これまでの数々の探査によって、その可能性はますます高まってきたんだよ。液体の水の存在の他にも、生命の構成要素となる物質、有機物を発見したり、微生物活動によって生成される可能性がある。メタンガスを検出したり、火山活動や岩石内の化学反応など、他の要因も考えられるから慎重になるべきだけど、生命が存在するためのピースが揃いつつあるから、今後の探査をワクワクしながら待っていたいよね。火星探査は、人類の科学技術の進歩と、宇宙への好奇心を象徴する壮大な挑戦。これまでと、これからをぎゅっとまとめてみたよ。初期の探査として、1960年代、NASA のマリナー計画によって、初めて火星へのフライバイを実施。1970年代には、NASA のバイキング計画により、初めて火星への着陸と探査を実施。近年になってからは、オービターの他に、火星表面に降り立つランダーや、キュリオシティやパーサビアランスなどのローバーによる探査が主流になって、火星の環境や生命の可能性、地質や内部構造などなど、たくさんの探査成果を上げてきたんだよ。今後は、NASA と ESA 共同で実施される予定のサンプルリターンで、火星の岩石や土壌を地球に持ち帰り、詳細な分析を行うことで、
生命の功績を発見できるかもしれないし、火星の衛星、フォボスとダイモスを詳しく観測して、火星の形成過程や太陽系の進化を解明する JAXA の MMX ミッションも計画されているし、そして将来的には人類が火星に足を踏み入れるという夢も実現するかも。もう本当にロマンしかないんだけど、有人火星探査、移住にはたくさんの課題があるんだよね。火星までの長距離を安全に往復できる宇宙船は絶対必要で、強力な推進システム、生命維持システムなども必須だし、火星の過酷な環境下で生活するために、放射線から守るための遮蔽物、酸素供給システム、水のリサイクルシステム、食料の自給自足システム、太陽光などからの安定的なエネルギーの確保、火星の小さな重力による人間の身体への影響を最小限にする対策も必要になってくるよね。あ、昼夜の温度差を乗り越える温度調節システムも大事だった。上げていくとキリがないんだけど、きっと人類は乗り越えられると信じてる。今回はこれでおしまい。最後まで聞いてくれてありがとうね。次は何についてお話ししようか考えてみるね。高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。また来てね。